今週の出雲ラボはリング発信機を手作りしてみました。発信機なんて手作りできるのか？そう思うかもしれませんが、大丈夫。ちゃんとできます。この動画ではリング発信機の仕組みを説明してから、実際に作って動かす様子をご覧に入れます。一つ一つ部品を組み上げて動かすリング発信機、ぜひ最後まで見ていってください。こんにちは。こんにちは。出雲です。皆さん、リング発信機、略してリングオシレーターをご存知ですか？知りませんよね。僕も某 LSI メーカーを退職してからこっち、全く耳にしてないし、口にもしてませんでした。で、リング発信機は何かというと、リングの発信機、つまり発信機の一種です。発信機というのはあれですよ。電源入れるとハイとかローとかの信号を連続で出して一定周波数で動くやつ。ストローク弦とかに使われますよね。ところでさっきから全然情報増えてませんが、百聞は一見にしかずということで、入ろずドン。リングじゃないじゃん、リニアじゃんってツッコミが聞こえてきそう。でもほら、ここでぐるっと回ってるのでリングで間違いないです。これがなんで発信機になるのかも含めて、これから説明していくぜ。というわけで、リング発信機の手作りの話していきます。オープニングで役に立たない説明をしましたが、リング発信機というのはこんな感じでインバーターを奇数個並べた形をしています。インバーターっていうのは、ハイを入力されたらローを出して、ローを入力されたらハイを出すという、とにかく言われたことの反対を答える天の弱なやつです。こんなやつなんで、一番左のここがハイだとすると、次がローになって、その次がハイになって、3段目の出力がローになるんですが、ぐるっと回ってつながったここ、さっきハイでしたよね。なので、ドン。ほら、今度はローからスタート。次の段からハイ、ロー、ハイ。今度は端っこがハイ。このハイがぐるっと回ってきて、こんな感じで、ハイ、ロー、ハイ、ローと永遠に繰り返されることになります。エンドレスエイとか、ビューティフルドリーマーかって感じで発信機になるというわけです。で、その周波数が何で決まるのかというと、この回路の場合だとインバーターの遅延で決まります。遅延というのは入力が入ってから出力が出るまでの遅れ時間です。インバーターって結構早いですけど、どうしたって数十ナノセックから数百ナノセックの遅延があります。全然関係ないですけど、遅延とピエンってすごく似てません？だから何って話ですけど、こんな感じで1段目の出力から2段目の出力までの遅延、ここからまた3段目の出力までの遅延という風に遅延が積み重なって、一周期がここからここまでなので、3段の場合、遅延が6個分で一周期分になるってことですね。遅延で周波数が決まるので、こんな感じでインバーターの間に抵抗とコンデンサを挟んであげると、この抵抗とコンデンサの作る遅延で周波数を決めることができます。さて、これがリング発信機の基本ですけど、このインバーターのシンボルで書かれた回路図をどうやって実際に作りましょう。手元にあるのは抵抗とコンデンサとトランジスタだとします。というわけで、じゃん。これが基本的な回路図です。この赤枠で囲まれた部分が一つのセル。このトランジスタのゲートが入力で、これがハイになると、このトランジスタがオンするので、N2 がローになる。気がつきました？入力がハイに対して出力がロー。インバーター同士ですね。で、今度は入力がローになると、トランジスタがオフになって、N2 はハイになろうとするんですが、この抵抗 R3 とコンデンサー C2 の働きでゆっくりと持ち上がります。このゆっくり時間が遅延、いわゆる自定数。
微定数は抵抗×コンデンサなので、大きくすれば周波数は遅くなって、小さくすれば速くなります。基本はこれなんですが、回路が動いていることが見てわかるように LED をつけたい。LED の光がチカチカ回るところが見たいわけです。で、ドン。こんな風になりました。ちょっと複雑になりましたが、トランジスタの敷地の都合とか、手持ちの部品だけで設計しなきゃいけないとか、いろんな理由でこうなりました。回路図書くのは簡単でも、実際に部品をハンダ付けするのはまあまあ大変なので、なるべくシンプルにしたいんですが、今はこれが精一杯。この状態でシミュレーションしたのがこれ。このグラフは LED に流れる電流をプロットしたもの。この形に合わせて LED は点滅します。これだとだいたい1秒間に2回ぐらい光るはず。3つの LED の光り方をプロットしたのがこれ。3つの LED はちょっとずつタイミングをずらして順番に光っていくはず。さて、シミュレーション通りに行くのでしょうか。こんな何もかもシミュレーション通りにことが運んだら苦労はしないという話もありますが、それは実際に作ってみないとわからない。大科学実験で。懐かしいですね。大好きだったんですが、終わっちゃって寂しいことです。それはさておき。それでは実際に作っていくぜ。ちなみにトランジスタはこれです。Amazon で買えます。では改めて作っていくぜ。トランジスタを基板に乗せるところから、前にこのトランジスタの足に直接配線してひどい目にあったので学習しました。動画でははしょってますが、いちいちフラックス塗ってます。ハンダが綺麗な玉になっているのはそのせい。僕のハンダ付けが超絶テクニックなわけじゃありません。道具は大事ですね。トランジスタに抵抗をつけて、コンデンサと2つ目の抵抗を合体。それらをさらに合体。手がプルプルしているのは、急に置かせたものにハンダ付けするのが難しいから。アル中とかじゃないですよ。お酒飲めないので。LED を追加してます。低減抵抗を LED のアノード側につけて一つのセルが出来上がり、これを3つ作りました。いやー大変でした。回路図書くのは一瞬ですが、作るのは疲れます。さてこの3つを組み合わせていきます。三位一体、3つで1つ。なんかの呪文みたいですね。1段目の出力を2段目の入力へ、2段目の出力を3段目へ、そして3段目の出力を1段目の入力へ。リングの発信機を組んでいきます。最後に VDD とグラウンドをそれぞれ三角形につないだら、ちょっと不格好ですが組み上がりました。なんか幼児が作ったレゴみたい。見た目すごく不安。果たして動くんでしょうか。 AC アダプタで 5V 電源を用意しまして、クリップで VDD とグラウンドに接続してスイッチオン。動きました。これね、本当に一発で動いたんですよ。嬉しかったな。チカチカが速くて動きはわからないのでスロー再生します。順番に光ってるのがわかりますね。点滅速度もおよそシム通りです。こんなものでも動くんですね。よかったです。はい、というわけで久しぶりにがっつりハンダ付けしてみました。たまにはやらないとね、何かが鈍っちゃうんですね。何が鈍るのかはわかりませんが、久しぶりに設計やってシミュレーションやって実際に作って動かして結構楽しかったです。本当はもっとコンパクトに作りたかったので、またどっかでチャレンジするかもです。ではここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルはだいたいこういう変なことをしているので、よかったらですね、高評価とかチャンネル登録とかしていただけると大変嬉しいです。次は何をしようかな。ネットは広大だわ。ではまた次の動画でお会いしましょう。